こんにちは。シェア畑ひもや3丁目菜園アドバイザーの西川です。今日は年末までにやるべき畑の作業について説明していきます。いよいよ2022年も残りあとわずかです。外へ出ての畑作業も寒くなってきたので、作業をするには少し寒すぎる状況にもなってきました。しかし畑の作業で12月中に終わらせていただきたい作業もありますので、今日はそのポイントについて紹介していきます。最後に質問にもお答えしておりますので、ぜひご覧になってください。それでは行ってみましょう。それでは畑の現在の状況を見ていきましょう。こちらはまだ、冬越しの対策が全く手つかずの状態の畑です。植わっているのは大根、こちらはからし菜、そら豆とスナップエンドウ。そら豆スナップエンドウについてはあまり強力な防寒対策は必要ではないんですが、こちら葉野菜の部分についてはやはり防寒対策が重要だと思います。いろいろな区画を見ますといろんな段階の対策をされている方もいらっしゃいますので、それについてもちょっとご紹介したいと思います。続いてこちらの畝をご覧ください。こちらの畝は第1段階の防寒対策というよりは防風対策だと思うんですが、防虫ネットがかけられています。ただしこれでは真冬の寒さには耐えることができませんので、やはり追加の防寒対策をする必要があると思います。こちらはスナップエンドウとイチゴが植えられています。このスナップエンドウはかなり伸びてきていますので、先端が枯れる危険性があります。もうすでに1本の枝が枯れたような状態になっています。スナップエンドウについては防寒対策が重要です。イチゴの場合、特に防寒対策等は必要はありません。以上ご紹介しました通り、様々な野菜を栽培していますので、これから冬越しの準備に入る必要があるんですが、それぞれの対策について細かく説明していきたいと思います。今日ご紹介する年内にやるべき作業についてご紹介します。一つは凍結予防、寒起こし、通気性改善、害虫対策、冬越し作業、こちらの5つになります。それでは順番にご説明していきます。それでは実際にやるべき作業をご紹介していきます。1つ目は凍結予防です。寒い地域ではすでに凍結することもありますが、1月は寒さが深まってきますので、年内には実施しておきましょう。スナップエンドウの先端が枯れる凍結予防や白菜の先端が凍るのを予防します。それではスナップエンドウの凍結の対策をしていきたいと思います。このように支柱を使ってあんどんを作ります。このあんどんに不織布を巻きつけて保温と強い風が当たらないように保護します。このようにすることで凍結予防ができます。さらに霜の降りやすいような時は上からも不織布をかぶせてください。こちらの畑では白菜の収穫はもう終わってしまっていますので、簡単にご説明だけしますが、白菜もやはり不織布をベタ掛け、ふんわりとベタ掛けにしていただくと先端が凍るのを防ぐことができますので、不織布を使って凍結防止をしてみてください。2つ目は寒起こし作業です。寒起こしは1ヶ月から2ヶ月の期間が必要です。関東などは2月中旬ぐらいから気温が上がってくるので、なるべく強い寒気に当てるために冬の間栽培の予定のない畑は寒起こしをしておきましょう。それでは実際に寒起こしをしてみます。スコップで深く土を起こしてください。このような固まった状態でも構いません。こうすることで寒気に当たり土が凍り、それがまた昼になって溶けて、土が柔らかくなりますし、微生物もリセットされていい土壌が出来上がります。冬の間栽培予定がない時はこのような寒起こしが非常に有効な項目になりますので、ぜひ12月中にやってみてください。年内に行う作業3つ目は通気性の改善です。冬になると土が固まってくるので、畝間にスコップを入れたりして土壌の通気性を改善していきましょう。この作業で土の通気性が良くなり、根腐れや病気対策になります。それでは実際にやってみましょう。畝間は踏み固められたり全く工作していないので硬くなっています。こちらにスコップを入れて
土を柔らかくしていきましょう。この作業で通気性が改善されます。畝間はやはり作業のために、踏み固めます。そのために畝の土はいいんですが、ちょうど硬い土の枠の中に畝があるというような形になります。この硬い土を崩しておくことで通気性が非常に改善されますので、ぜひやってみてください。加えて縦穴等を開けていただくと通気性がさらに改善されますので、これについても実際にやってみたいと思います。こちらは杭の下穴などを開けたりすることにも使える穴開けドリルです。これで畝の横に縦穴等を開けておきます。このように回すことでどんどんと穴が掘れます。このように穴を開けておくことでここから空気が入って全体の通気性が改善されます。穴を開けたままですと危ないこともありますので、こちらには腐葉土などを詰めておいていただければ、それも土壌改善につながりますので、ぜひ試してみてください。4つ目は害虫対策です。いちごやそら豆の害虫対策や大根の害虫など冬越しするものは、現在栽培しているアブラナ科野菜の害虫を撃退していきましょう。冬越しして春に急激に増殖しないようにしていきましょう。そら豆などはアブラムシが卵を見つけている可能性があります。特に葉の裏、成長点を入念にチェックして害虫の卵がいるかいないかなどを徹底的に確認しておきましょう。こちらはイチゴになりますが、クラウンと呼ばれる成長点、この付近に虫が潜んでいる場合が多いです。入念にチェックしてください。こちらも今のところ虫はいないように見えます。葉の裏にも虫の卵などはないようですから、大丈夫だと思います。対策の5つ目は冬越し作業になります。そら豆やいちご、スナップエンドウ、それから大根、さらには葉野菜等いろいろな野菜がありますが、それぞれの野菜に応じた冬越しの対策をしていきましょう。特に葉野菜の場合、冬場に成長が止まってしまいますので、しっかりとした冬越し対策が必要になります。冬越し対策の一番の重要なポイントとしては、保温ビニールをかけるということになります。こちらに保温ビニールがありますが、これをかけていきます。これをかけることによって温度が約5度程度上がります。ただ保温ビニールだけですと少し強度に不安が残ります。それで防虫ネットを上からダブル掛けにします。これで強風にも耐えられるトンネルが設置できました。こちらで防寒対策は万全なのですが、特に晴れる日が続く場合、夜間の放射冷却等でさらに冷え込みがある場合があります。そのような時にはこの上にさらに不織布をかぶせて徹底した防寒対策をしていただいたらいいかと思います。それでは質問コーナーです。こちらの玉ねぎの動画にコメントをいただきました。有機肥料の場合、追肥は1回のみと以前の動画で紹介されていましたが、こういう場合は2回追肥のような判断基準があるのでしょうか。有機肥料の場合、分解は遅いので、ゆっくり効いていきます。そのために追肥は1回で十分だと思うんですが、もし懸念があるという場合は1回の量を少し減らして2回追肥するというふうにされてはいかがでしょうか。それでも同じような効果は得られると思います。今日は年末までにやるべき畑の作業についてご紹介しました。この動画が面白かった方はチャンネル登録と高評価をお願いします。シェア畑ひもんや3丁目菜園アドバイザーの西川がお送りしました。それではまた。